皆さんこんにちは。スティーブテキシテンのスティーブです。新しい言語ですね。令和おめでとうございます。すごいおめでたいことですよね。なかなか多分生きてるうちにこういう時がね、見れるか見れないかってなかなか見れないものですよね。アメリカにいる私から見るとね、日本から遠くに離れてるスティーブ的視点、スティーブの目線から見ると、この時期ちょうどその日に日本に行けたらよかったなって。なぜかっていうと、一つね、令和。日本ですごいニュースになっている。私は自分は NHK のテレビをこっちで契約しているから、たまに朝早い時間にその NHK のニュースウォッチないんですか？それを見るんですけど、もちろん令和の話ばっかりですよね。しかし、アメリカで全く令和の話になってません。こちらのニュースには一度も、自分を見てるニュースの中では一度も話になってません。自分が読むウェブサイト、ニュースサイト、まとめのサイトに上からはいつもシャーッと見るんだけど、令和っていう話は一度もありませんでした。もしかしたら下の方に行けば話があったかもしれないけど、全くニュースになってなかった。なぜだろう。例えばアメリカの大統領選挙とかってさ、同じじゃないんだけど、でも大統領選挙とかアメリカの政府とか大統領の話とかってなるときに必ず日本ですぐニュースになるんですよね。トップニュースになるときが多いんじゃないですか。同じく日本にとってこんなに大きなイベント、天皇陛下が変わるとき、新しい平成から令和に変わるというかなりなニュースじゃないですか。もう一緒に一回あるかないかぐらいのニュースなのに、日本にとって、同盟国の日本にとってこんなニュースあるのに一回も流れないっていうのはおかしいですよね。それを見てるよ。裏のサイトまでは行ってないよ。でも普通のメジャーなところでは見てないですね。おかしいなと思って、どのぐらい令和がアメリカで知られてるのかって、ちょっとね、一回試してみたいことありますね。ディエゴ君がいるでしょ。いつも付き合ってくれるディエゴ君がいるんだよね。で、ディエゴ君が日本好きなんだよね。すごいハードコアなウィアブーって呼ばれるほどのものではないんだけれども、日本の文化とかアニメとか日本のこと好きなんだよね。令和に関しては彼は知ってるかどうかっていうのが、俺もでもちょっと興味深いですよね。知りたいんだよね。一般のアメリカ人。ディエゴ一般のアメリカ人ですよ。30歳かな、今は。おっさんになったんだよな、ディエゴはな。昔お若かったのに。電話かけて知ってるかどうか、令和はね、ちょっとかけてみよう。ディエゴ、フェイスタイムでいきましょうか。出るかな。金曜日の夜だからさ、アメリカ人はこの時間に出るわけないよ。まさか。でもディエゴ半分日本人っていう気持ちもするけど。出たほら出た。ディエゴ、これはディエゴだよ。ほら、いつものね、付き合ってくれるディエゴ君は今どっかに行ってるのか。Hi, Diego. How you Hey, doing? man, where are you? I'm at Costco. Oh, sweet. Listen, sorry to bother you on a Friday night in the middle of family time shopping at Costco and all that, but I have a very important question to ask you. It's very important. You like Japan, right? You're into Japan. Yeah. Yeah. Japan rocks. So let me ask you a question. What is Reiwa? Reiwa. Do you know what Reiwa is? Reiwa? Reiwa, yeah. Not familiar. Does Vega know what Reiwa is? Sounds like she's answering me. No, I don't think so. She doesn't know either. Are you familiar that Japan has an emperor, right? Or are you familiar that on April 1st the emperor changed and it became a new era in Japan? Yeah, I heard about that. Where did you hear about that? From me? You did on the news. Yeah. And you know that new period is called Reiwa. Oh, okay, that's what it is. Yeah, did you know what the last period was called? No, I don't. Heisei. Heisei. And the one before that, where old guys like me are from, is Showa. Showa, Heisei, now it's Reiwa. So it's a brand new time in Japan, very special time, but I didn't think many Americans knew about this. Yeah, I mean, I don't think a lot of them knew. So I heard it on the news, but I couldn't even tell you what the name was until you brought it up. So. Well, listen, that's all I needed to know. Thank you. You didn't fail anything. Everything is good. ねえ、失敗じゃないんだよね。一応ニュースで見たって言ってるの、俺は見てないぜ。なんで、どこで見たんだろう。
I'm going to have to ask you about what news channel had that on. Do you know real quick? Oh, it might have been Channel 5 News KCAL. Local news. Yeah, local. There is a big Japanese community here, but on the national news level, I didn't see it. No, it wasn't on any of those. Does Serena know what Reiwa is? Can you ask her just real quick? Do you know what Reiwa is? Do you know what Reiwa is? Reiwa. No, she does not know what Reiwa is. Serena doesn't know what Reiwa is. Does Vega know where's Vega? Can you put her on real quick? Diego の赤ちゃんがめっちゃかわいい。ほらほらほらいたベガちゃんかわいい。はいベガこんにちは。はいベガOh, she's so cute. Good stuff, man. Thanks. Enjoy your Friday night. And Reiwa, peace to you. Reiwa. Cool. Bye. 面白いでしょ。もっと面白いのはその発音ですよね。Reiwa。これはね、できた時にね、最初ニュース見た時、やべえよな。Reiwa。日本語を学ぼうとしている外国人にとっては一番難しいのは、日本人にとってもね、R と L じゃないですか。と、令和っていうのはね、日本語の発音になると、ほら、ほら、でしょ令和じゃないんだよね。そういう発音ある。もっともう耳痛くなるのは令和。ディエゴに合わせて言ったんですけど、アメリカ人から見ると令和になる。多分他の外国人からこう話すると令和になると思う。和は問題ないよね。昭和。平成はまだ大丈夫だった。令和 I'm not perfect, but it's definitely not 令和 and it's definitely not 令和 You want to kind of find the middle and that's going to be 令和 like that 三浦先生はね、嬉しいでしょ。マクロイン先生はね、森先生はね、頑張ってますよ。外国人としてこれ結構ね、日本語を覚えることは一つなんだけど、日本の文化まで入ろうとするともっとね、深いことをね、勉強しなきゃいけないという。その中の一つは昭和、平成、昭和何年はその西暦というんですか、西暦の何年っていうのもあった。初めて日本に行った時にね、埼玉でね、よく昔はね、スティーブは年は何本って、そういう話じゃなかったんでね、埼玉だったから。スティーブは何年生まれとかってね、スティーブで22歳、じゃあ45年生まれだよねとかって。そうですよね、1970年って。それを覚えてしまえば、その後は、俺はいつも1900年、昭和45年は基準にして、そこから計算するんだよね。車もそうだし、ほら。1971年は昭和46年。簡単ですよね。昭和45年から考えると。でも昭和から平成。昭和の時から平成に僕覚えてないんだよ、記憶にない。逆にね、日本から離れている、こういうスティーブ的視点、日本とその間のこういうのをやってるスティーブが、今、年だからかな、年取ったからかな、興味深くのを見て素晴らしいな。日本の天皇制度も素晴らしいな。日本人はその天皇陛下に対するお言葉っていうのも素晴らしいと思う。すごい勉強になりましたよ。やっぱり天皇陛下用の言葉のあることがすごいなって、素晴らしいなって、すごいことですね。アメリカにはそれはないです。もちろん丁寧語があったとしても、そこまでのお言葉がないので素晴らしいと思うんです。あと日本の天皇陛下もね、すごいいつも笑顔で、私もね、見るたびになんかね、外国人としても元気な笑顔と美智子様の笑顔を見るたびに自分もなんとなく元気もらえる感じですね。ではとにかく長くなりましたが、あと遅くなりましたが、令和の新しい言語、令和の、挨拶、アメリカからの挨拶です。忘れる前に Amazon Japan のショップできたので、スティーブ的商品は T シャツとかサムズアップありますよ。他のサムズアップのデザインと発酵スカの T シャツはあるんですが、今日できたばかのステッカーデザイン、新作品、この3つできましたので、日本国内発送、Amazon ストア、スティーブ的視点で検索できるのと、下の方に、この説明欄の方にもリンクを入れておくので、あとサムズアップステッカーもありますよ。車に貼っておいてね。それからコンピューターに貼っておいてね。いい意味です。いつも前向きに、いつもポジティブに頑張って毎日やっていきましょう。というメッセージはこれ共通語ですよ。英語だろうが、日本語だろうが同じ意味です。サムズアップ。ではチャンネル登録と、またインスタ、フェイスブック、ツイッターなども SNS でフォローしてね。来週日本に行きます。東京から神戸まで車のイベントがありますので、お会いできたらぜひ、どっかで途中でお会いしましょう。ではまた次回よろしく。